も持ってこい。うまい。家でこれ作られたらその女性に惚れてしまうかもしれない。本当に。いらっしゃい。ラーメンつけ麺たけちゃん麺。さあ今日も作っていきたいと思います。今日はですね、僕の専門分野でもある中華麺を使って冷やし中華を作っていきたいと思いますけれども、若い女性は必見ですよ。今日はですね、彼氏に料理ができる女だと思わせることができるレシピを紹介していきたいと思います。では作っていきたいと思います。まず材料はこちらになります。こちら、材料の方は概要欄に載っておりますので、ぜひ概要欄をご覧ください。まず錦糸卵を作るんですけれども、そこから錦糸卵ね、これ実は皆さん難しいと思ってる若い女性の方いっぱいいらっしゃると思うんですけども、ものすごく簡単ですので作っていきたいと思います。まずこちら卵1個です。これを混ぜていきます。ぐるぐるしていきます。ぐる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 こさ麺、ぐるぐるしていきますよ。はい、まず火は中火ぐらいですかね。サラダ油をまず一旦ちょっと引きます。サラダ油を引きましたら、この油をリードペーパーで伸ばします。そして卵を流し込みます。流し込んだら回します。全体に広げます。はい、このまま焦らず放置。そしてこの周りをちょっとこう剥がしていって、いい感じですね。はい、そうしましたら一回火から外しましょうか。外します。そして1箇所ですね、持ちやすそうな場所を持っていただいて、はい、こうするだけです。ちょっと重なってますけど、こんなのは全然気にしない。これで10秒ぐらいですかね。やったら、はい、ここにあげます。そうしましたら、まず真ん中で一旦切ります。そしてここでも切ります。そしてここでも切ります。そしたらこれをパタンパタンパタンという形で折りたたんで、そうしましたら、できればですね、これ美味しい冷やし中華っていうのは全ての具材をできれば麺と同じ太さにしていただきたいんですね。なんでなるべく麺と選んでいただいた麺と同じぐらいの太さになるように錦糸卵をこう切っていただけると、より美味しい本格的なプロが作るような冷やし中華になっていくと思いますんで、ぜひそれを目指して包丁を入れてっていただきたいと思います。ということで、錦糸卵がまず完成いたしましたと。さあ続きましてきゅうりの方も切っていきたいと思いますけれども、きゅうりの方も大切なことは麺と同じ太さに切っていきたいと思いますけども、だいたい長さはこれくらいの長さに切ってください。そして簡単な千切りの仕方としては、まず1回こう切ります。切ったら立ちます。なのできゅうりをまず安定させるために、これくらい切ったらこっちに向けてください。この部分を後で一緒に千切りにしていきます。そしてまず薄くスライスで切っていくっていうのがいいと思います。でここまで来たらもう指がギリギリになるんですね。ここまで来たら指がギリギリで持てなくなるんで、そしたら気にせず倒してください。でまたこれをこう薄くこう切っていくだけです。でこれをできれば揃えておくと後で千切りがしやすい。で倒してこう切っていくと簡単に薄くスライスができます。で一番最初に土台作りのために切ってきゅうりもここに混ぜちゃってください。でこうしてこうしてこうしてこの状態を作っていただきましたら、ここから千切りを作っていきたいと思います。だいたいイメージは常に持つイメージとしては、麺と同じ太さ、麺の太さはだいたいどれくらいだったかな、これくらいだったかなっていうことを意識しながら千切りしていただくと美味しい冷やし中華ができますんで、ぜひその辺を意識して作ってもらえると
料理ができるなと思わせることができると思います。さあいきます。きゅうりです。続きましてはハム。こちらのハムもスライスしていきたいと思います。これですね、本当はハムよりもチャーシューの方が美味しいと思います。なんで前回私が皆さんにお見せしたチャーシューの作り方を前回やってると思うんですけども、その前回のチャーシューを作る動画を見て、そのチャーシューを使っていただいた方がなお美味しく作っていただけると思いますので、ぜひやってみてください。では、今日はハムでいきますね。はい、ハム切っていきます。トン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 、火ののにトンということで、どんどんいっていきます。トン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 。はい、ハムです。そして最後にこちらカイワレもやっていきます。半分を使ってちょっと水で洗います。洗いましたらカイワレはこのままで大丈夫です。さあ、そしてこっからがまたポイントです。これをきれいに盛り付けるのもいいんですけれども、今日はちょっと家で料理人風みたいな感じにするために、全てをこのボウルの中で混ぜていきたいと思います。入れたらですね、もうひたすら混ぜちゃってください。こういう感じで混ぜていただくと、これで野菜の下準備は完了になります。はい、そうしましたら続きましてタレを作っていきます。具体的な材料とか量は概要欄に書いてありますので、ぜひご覧ください。そしてこの続きをぜひ見てみたいなと思った方は、今すぐチャンネル登録のボタンを押していただいてから続きを見ていただくということで、よろしくお願いします。それではお水入れます。僕はねちょっと酸っぱめが好きなんで、お酢これくらい入れますけれども、酸っぱめが苦手な方はご自分のお好みでお酢の量は調整してください。お醤油ですね。お砂糖入ります。味の素入ります。ごま油入ります。そして最後にこれね、僕ねごまだれとお醤油の混ざった味ってすごく好きなんですね。なんでここが練りごまです。これを練りごま嫌いな方とか面倒くさい方は別に入れなくても美味しく召し上がっていただけると思うんで、全然問題ないですからね。さあ、そうしましたらこれを混ぜていきます。これ混ぜ方としては先ほど入れた砂糖が下に沈んでますんで、これが溶けるイメージで混ぜていってみてください。砂糖はねすぐ溶けますからね。でこの量っていうのは 2,3 人前っていう感じなんで、この 2,3 人前の量を基準に大家族の方は増やしていただいたり、ちょっと量の方は調整してみてください。それではこちらでタレも完成しましたし、野菜の方も完成しましたんで、続きまして麺の方を茹でていきたいと思います。それではいきます。麺は茹でる前によくほぐしてね、麺に愛情を持っていきましょう。そしてこれはいつも言っておりますが、最初は特にいじらないということが大事ですね。少し経ったら軽くね混ぜるぐらいはやっていっても問題ないと思いますけれども、最初から混ぜてしまうと明太が切れてしまいますので、最初はゆっくり混ぜるようにぜひしてみてください。熱い熱いんですよ皆さん。これね音が入るからダクトを止めろと言われてですね、ダクトを止めてるんですごく熱い。今日はですね辻田のスタッフ T シャツを着てみました。背中はこういう風になってます。可愛いでしょこれね僕がデザインしました。どうですかね。欲しい方とかいるかな。やめよう、ダメだこれあげらんないわ数がそんないないから。さあそうこうしてるうちにあと10秒で麺が上がります。この辺に来たらねもう切れないんで、普通に混ぜていただいて大丈夫ですからね。さあ揚げますよ。はい、揚げます。はい、水で冷やします。最初からね手突っ込むとねこれ熱いんで気をつけてくださいね。最初はもうこのまま触らずに流しちゃいましょう。で次の1回でこう麺を洗います。周りのぬめりをこうよく取っていくようなイメージで洗ってみてください。氷入れます。氷の中に入れて麺をこれで締める感じですね、イメージ的には。もうさあそれでは麺の方が冷えたんで
よくここでよく切らないとね、タレが薄まっちゃいますからね。はい、そうしましたらお皿の上にのせましたんで、続きまして先ほど作ったタレですね、これもう一回混ぜていただいて、そうですね、だいたい大さじで5杯かけましょうか。最初1杯2杯3杯4杯、はい、これで5杯になります。そしたら先ほどの野菜、こちらをわさっと、そして最後この上にも1杯かけましょう。野菜にもねちょっと味入っててほしいんで、ここはね1杯ぐらいでいいかな。お好みで、僕は紅生姜が大好きなんで紅生姜盛ります。そしてあとはこれもお好みですけどからしを添えていただいて出来上がりとなります。はい、どうぞ持ってくい。それでは冷やし中華できたんで食べていきたいと思います。カンカンカン、いただきます。いやー美しい。見てください。なんかこれ作られたらなんかこの子料理すごいできるのかなとか思いますよね、これね。じゃあちょっと食べてみたいと思います。このね野菜をちょっと混ぜながらいきます。うまい。家でこれ作られたらその女性に惚れてしまうかもしれない、本当に。おいしい。これやっぱり女性の方、これ彼氏に作る時はもうぜひこの暑い時期にしてくださいね。この暑い時期に彼氏が家に遊びに来た、そしたらなんかちょっと食べたいな、お腹空いたななんて言ったら、じゃあちょっとなんか作ってくるねなんて言って、こうキッチンでトン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 なんつって、フライパンでくるーんなんつってトン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 つって、はいどうぞなんてこれ出されたら、この子めっちゃ料理ができて家庭的なんて思われて、本当にねその女性に惚れてしまう男のこの単純さっていうのもありますんで、ぜひそこはね狙っていってもらいたいなと思います。概要欄に分量は書いてありますけど、酸っぱいのがあまり苦手だっておっしゃる方にはお酢をちょっと少なめにしてもらえばいいですし、その辺はお好みで分量の方は各自で調整していただければと思います。それでは、ここまでご覧いただいてありがとうございました。ぜひですねこれを見ていいなと思っていただいた方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。そしてコメントですとか、それからレシピのリクエストなんかも受け付けておりますので、ぜひコメントとレシピのリクエストもお待ちしております。それでは本日は冷やし中華でした。ありがとうございます。良い朝ということで、面白かったり参考になったと思っていただいた方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。